おはようございます。ケンです。本日はチャート分析を行っていきたいと思います。今まで毎週火曜日にやっていましたが、火曜日にするとどうしても新しい週が始まった後になってしまって、新鮮味が欠けるということなので、今週からは月曜日にチャート分析をして、今週のテスラを追ってね、見ていきたいなと思っております。では、今週なんですけれども、とうとう今週7月22日に第2四半期の決算が控えております。チャートは今、どんな状態にあるのか、そして決算に向けてどのあたりが節目になりそうなのか、このあたりを順番に確認していきましょう。なお、これは投資の助言ではなく、あくまでチャートの事実と僕なりの見立ての共有ですので、最終的な判断はご自身でお願いいたします。では、まず今週の結果から見ていきます。週足で見ると、404.61 ドルで始まって、380.84 ドルで終わりました。1週間で 26.92 ドル、率にしてマイナス 6.6% です。なかなか大きめの下げとなっております。金曜日1日で見ても、前日比マイナス 2.61%、週の安値は 377.22 ドルで、そこからあまり戻せないまま、週の安値のすぐ上で引けた形となっております。日曜日のアンケートの結果発表でもお伝えしましたが、今週は下がるが正解でした。決算を前に一旦様子を見たいという人が多かったんじゃないかなと思います。ちなみにこの1年のレンジは 297.82 ドルから 498.83 ドルですので、今の380ドル台っていうのはその真ん中よりやや下ということになります。では次に移動平均線を見ていきます。今の株価は 380.84 ドル。これに対して20日移動平均線が 397.85 ドル。50日線が 409.8 ドル、200日線が 417.5 ドルです。つまり、株価は3本すべての移動平均線を下回っている状態です。しかも、50日線が200日線よりも下にあります。これは教科書的には弱い並び方と言われるものです。20日線も6月の終わり頃から下を向いてきています。移動平均線っていうのは、ざっくり言えば、その期間に買った人たちの平均コストのようなものです。それが3本とも今の株価の上にあるということは、株価が戻っていくたびに、そこで買っていた人たちの戻り待ちの売りが出やすいということかなと思います。逆に言えば、まずは20日線の398ドルあたりを取り戻せるのかどうか、ここが最初の一歩になりそうです。続いて RSI を見ていきましょう。これは買われすぎか売られすぎかを0から100の数字で表したものです。一般的には70を超えると買われすぎ、30を下回ると売られすぎと言われています。今の日足の RSI は 42.62、ちょうど真ん中の50を少し下回ったあたりで、まだ売られすぎの水準ではありません。より短期の4時間足では 38.06 と、こちらの方が先に弱ってきています。ここは見方が少し分かれるところかなと思います。まだ売られすぎじゃないから押し目としては早いとも読めますし、下げ切っていないからもう一段あるとも読めます。僕としては下げ切ってもいないし、底打ちの合図もまだ出ていないっていう中間の状態じゃないかなと受け止めております。では次に出来高を見ていきます。ここが今回一番興味深いところかもしれません。金曜日の出来高は3140万株ほどで、直近の平均である4500万株前後をかなり下回っています。一方で4時間足のボリュームデルタ、つまり買いと売りのどちらかが優勢だったかを見ると、マイナス24万5079株と売りの方が優勢でした。まとめますと、売りは優勢だけれども、商いそのものは細い。つまりパニック的な投げ売りが出ているわけではないんです。僕にはこれは悪材料で総投げになった下げっていうよりは、決算前に一旦手を引いている下げという風に見えます。ただそうやってポジションが軽くなった分、決算をきっかけに一気に動く可能性もあるとも言えるんじゃないかと思います。はい。ではここまでを踏まえて意識しておきたい節目を整理しておきます。まず下値です。目先は今週つけた安値の377ドル。ここを明確に割り込むと、6月末につけた370ドル前後が次の目安になってきます。
一方の上値です。まずは切りのいい390ドル、そしてその上にある20日移動平均線の398ドル、ここを超えられるかどうかっていうのが雰囲気が変わる最初のポイントになるかなって思います。さらに超えていけるなら400ドルの大台、その先に50日線の410ドルが見えてきます。僕はいつもこうやって節目を先に決めておくようにしています。あらかじめ決めておくと実際に動いた時に慌てずに済むんじゃないかなと思うからです。そして今週最大の変数が7月22日水曜、アメリカ市場の取引終了後に予定されている第2四半期の決算発表です。日本時間だと23日木曜日の朝になってくると思いますけれども、投資家の関心はやはりロボタクシーとオプティマスがどこまで進んでいるのかという点に集まっているんじゃないかなと思います。個人的には利益率も結構気になってきますけれども、テスラの PER 株価収益率は今およそ348倍で、これはかなりの将来の期待が織り込まれた水準となっております。裏を返すと期待に届かない話が出れば下に触れやすく、逆に進捗がはっきり示されれば上に大きく触れるということでもあります。正直なところ今週はチャートの形以上に決算の中身で動くと思います。だからこそ先ほどの上と下の節目だけ決めておいて、あとは慌てない、そういったスタンスで見ておくといいんじゃないかなって思います。ではここで皆さんの予想を聞かせてください。今週は決算の週です。テスラ株は上がると思いますか？下がると思いますか？それともあまり変わらないと思いますか？ぜひコメントで教えてください。そしてアンケートの方でもぜひね参加されてみてください。はい、ということでこのチャンネルではテスラとスペース X の最新情報を毎日お届けしています。よかったらチャンネル登録してもらって僕と一緒に応援していきましょう。そして昨日の日曜日には今週のテスラの動きをまとめた週間まとめもアップしていますので、合わせて見ていただくと今の状況っていうのがよくわかると思います。概要欄にリンクを置いていますので、そちらの方からご覧になってください。そして今日お話ししたのはあくまでチャートの事実と僕なりの見立てです。投資の判断はご自身の方でよろしくお願いいたします。はい、ではね、最後に追伸があります。輻射熱の装置エコビンの体感会、今週の水曜日7月22日に東京のエコファクトリーの支社で行います。午前10時から12時に行います。参加されたい方は僕の LINE の方からお問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい、ということで今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。